はい、今日はですね、新幕を張ります。もうね、大人気のテントですよ。これです。ポモリーのデュンソロですね。めっちゃちっちゃい。すっげえちっちゃいし軽いなこれ。自分の持ってるテントの中では本当にすごいちっちゃい部類入りますね。2.8 フルセットで 2.8 軽いな。軽い。本当に軽いっていうかすっごいちっちゃいコンパクト。こんなにちっちゃいんだデュンソロって。それでいて結構サイズ感は大きいんですよね。それ用のテントなんですけど、結構ね広さがあるって聞いてるんで、すごい楽しみです。それでは行ってみましょう。生地感がすごいめっちゃ薄いよ。はい、構成はインナーテントですね。そしてこれがなんかでもこれ補強が入ってるから結構丈夫だな。通常のワイペグに比べるとね、ここに分かるかな、補強が入ってるんですよね。ペグとガイロップですね。ポールとフライですね。それはちょっとやっていきますか。軽い。めっちゃ軽いよこれ。ほら、すっげえ軽い。ちょっと飛ばないようにペグ止めしますね。よいしょ。ポモリーのロゴが2箇所あるんですよ。ああいう感じでね。で、このポモリーのロゴを起点にポールを刺していきます。このポールがね、1本つなぎで、よく登山用のテントにあるんでね、仕組みですね。で、構造はこういう感じのね、長いポールに2本のサブポールが、ね、中途半端な形でね、くっついてるね、感じになってるんですよ。で、この長いポールをこのロゴをね、基準にします。で、ちょうどポモリーのロゴを起点にして、ポモリーのロゴの左側にこの長いポールを置きます。長いポールをこう見たら、右手の方の一番手前が一番長い、奥のポールは左が長い、こういう置き方ですね。この形をね、覚えてもらえばね。ここに入れます。反対側もね、ロゴを右にしてここに入るんですね。外れた。もう一回つけますか。で、この状態でもうこうクリップ止めた方が外れないんで、それで短いのをここに入れます。風がもうつけちゃった方がいいよね。それで短い方のポールをここにつけると一つ完成するんですよ。あとはもうクリップをねパチンパチンしていくだけですね。こっちもね
2個つけてないけども、あっという間に経っちゃうねこれね。自立式なんで設営後の移動はねもう自由にできますね。このようにねどこでも好きなとこ持っていけると。はい、基本のペグはね一応ね四隅ね4本と、あと前後のねてか扉部分かに2箇所なんで全部で6本になりますね基本は。こっちがね後ろになりますね。こんな感じでございます。完成ですねこれで。これいいよね。てか大きい。結構ドーム系の中では結構やっぱりスタイリングがいいよね。一応ソロ用なんだけども、ソロにしては若干ちょっと大きめ広めのねサイズ感になってますね。まずね煙突のポートがある方が、フロントの扉になりますね。これがね薪ストーブの煙突ポートですね。取り替えはできないですねこれね。留めは一応2箇所ですね。で止水ジッパーになってると。これ取り替えができると一回剥がしてね夏のシェルターの時に換気口として使えるんだけどね。はい。でこっちが一応メイン扉で、あすごいジッパーがスムーズですね。これはシングルジッパーですね。そして止めるねトグルがございます。コードストッパーですね。これは非常にありがたい。このようにねたるまないんですよ。で中はねこんな感じになりますね。見えます？すごい広いでしょ。なのでインナーを入れて使うか、それともねコットを入れて使うかっていうのは後ろの扉もシングルジッパーですね。こんな感じですか。はい。もちろんねこれを外してね両面ね開けることもできますね。はい。このようにね、ほらね荷物入れるときはこれがいいかね。かっこいいなこれな。あこれはいいわ。こんな風な、ね、展開ね一本のポールでねこのようにするか、ここにねポールを入れてこっちから引っ張る方法もありますね。ポールがねいくつかあればもう一本入れてこんな感じですね。ちょっとねこうなんか立ててみて気づいたんだけど MSR に似てるよねこれね。エリクサー自分の持ってるテントの中でこれ一番似てるのはエリクサーかな。人気あんの分かるわこれ。これ実際にキャンプしなくても分かるよこれ。キャノピーもねこんだけ大きいから快適感が分かるもん。十分過ごすことができるからしたればね。多少の雨が降ってもおこもりっていうかねそういうキャンプもできますよね。エリクサーの場合はねキャノピーがちっちゃいんで本当に中にこもる感じになるんですよ。そういった違いがあるんでこのテントはそういうね使い方もできるし、何よりも薪ストが使えるのはいいよね。オールシーズン冬は本当にもっと楽しいみたいな感じのテントかな。これは楽しいわ。このユニークなねポール構造、普通はこれが下まで来るんだよね。でああいう形でね膜全体を支えるんですけども、このデューンソロっていうのは途中で止まってるんですよ。メインポール1本ね長いポールが1本そこに補助としてこの2本のポールがねこのような形でねついてるんで、
これがね、風とかの影響がどうなのかなって。ほとんどやっぱここに力が加わるんで、こっちからの風だとこの1本だけで支えるじゃないですか。2本じゃないからね。その辺がこの風の向きによってね、テントの立て方は考えなきゃいけないかな。まあそういうね、キャンプってね、面白みがあるんですよ。本当にだから何があるか分かんないじゃないですか、キャンプってね。自然の変化っていうのは人間には読めないので、ね、そういうことを対応していくのもね、キャンプの面白みなんで、私はね、これは欠点というふうにはね、とりあえずはね、今日はね、今は感じないですけどね。あ、浮いてる。これは冬に薪ストーブやりたいね。早く冬になんないかな。ちょっとこのテントを使っていろいろね、いろんなとこに行ってみたいな。軽量だからね、バックパックでいろんなとこにね、行けると思うんですよ。それではインナーをつけてみましょうか。インナー広っ。めっちゃ広いですねこれ。ほら、立ち上げコースになってるんで、ちょっと雨が降ってね、浸水、下がねべちゃべちゃになっても入り込んでることはねまずないですかね。一応ね、これはダブルジッパーなんだ。はい。でこういう風にね開けることができるね。あ、すっげえ広い、台形だ本当に。なので、こっち側にねマットを敷くことをもしくはコットを置いて、向こう側に荷物を置く形になりますね。で出入り口真後ろじゃなくてこのサイドなんだね。で上面はこのようにねメッシュタイプになってますね。完全フルクローズはできないんだ、扉。上部がねメッシュになってますね。真冬の時はこれだけなってれば全然ね大丈夫かなと。あと寝具をしっかりすれば問題ないかと思うんですよ。夏場はちょっと暑いかな。後ろメッシュにならないんだ。ちょっとこれ残念だね。寝てる時は暑いよねこれね。ここだけだから風がね抜けないんで、これじゃね、こういう感じに上に行くだけだから、下から入って上に抜けることはしないんで、もしくはね前から入って後ろに抜けることができないんで、ちょっと夏は暑いよね。やっぱりカンガルーのねテント、メッシュのタイプのやつを入れて夏は過ごした方が快適にねキャンプできるかな。うん。後ろはねこっちから開けるんだよね、ほら。だ虫のいない季節はこういう感じでねオープンにして過ごすのもいいですよね。こうやって見ると分かるけども、普通のインナーっていうのはこの辺で終わってて、ここがね足置き場とかね物置き場みたいにちょっとねスペースができるのが普通なんだけど、これいっぱいいっぱい来てるんだよね、ここまでね。ほら、だから本当にテントをすごい有効に使うね、そういうねコンセプトのテントなんでね。こんだけ広ければもう本当十分だもんね。本来ここは使えないのが多いんですよ。だいたいここでほら100ない90、110とか90とかねのサイズのインナーがこういう風にあって、ここがね本当に踊り場じゃないけどなんか物を置いたり土間っていうのかなのパターンが多いんですけど、これは違うよね。いっぱいまでこう使ってるもんね。ポケットが3つありますね。すごいポケット、あそこにもある。あっちに2箇所あって、ここにもポケットがあるの。ユニークまあなかなかこういうのね入れるもんがなくて入れることはあんまないんですけどね、私の場合は。ポケットよりメッシュ扉を作ってほしいなでもこれいいな。うん。使っていくうちにね欠点いろいろ見えてくるとは思いますけど、
今日ね、ちょっとこう、試し張りじゃないけども、仮にね、貼ってみて、試し張りっていうかね、貼ってみて感じたのは、すごい快適にね、過ごせるかなっていうのがね。あとやっぱり、このサイズで高さがあるっていうのは大きいですよ、これ。うん。これはね、人気あんのわかるわ。はい。こんな感じでございます。あとはちょっと実際にキャンプしてみて、どんな感じかっていうんで、とりあえず行ってみましょうか。それではレッツラゴー。入ってるか。はい、設営完了ですね。ちょっとちゃっちゃってやっちゃった。雨降ってくるから。はい。ちょっとね、いろいろ考えたんだけども、ちょっとね、自分の中ではありえないスタイルになっちゃったな。そもそもこのチェアをね、入れるつもりなかったんですよ、これ。ちょっとね、腰が痛くて、本当はね、ローチェアはね、もうちょっと低いやつだったんだけど、ちょっとね、一応、いつも使ってるチェアでも全然上大丈夫なんですね。全然余裕ですよ、これ。ほら。ね。これはいいね。であとはここだよね。雨降った時に、多分ここまで来ると思うんで、ちょっとそれをね、考えて、中のね、レイアウトをね、変えなきゃいけないかなと思うんですけどね。とりあえずね、インナーを入れて、コットを入れて、今日は、あれかな。インナーじゃなくてコットのみの方が良かったかもしれないね。今ね、雷がね、ゴロゴロ言ってるんですよ。で、今これ、午後言ってるのは飛行機なんですけども、さてこれをね、ちょっとどうするかね、今悩み中でございます。はい、まずちょっと一杯やろうかな。ね。はい、降ってきましたね。ちょっとこれで大丈夫かな。こんな感じで。ここまで入ってくるね。ちょうどほら、この位置。今ね、こんな感じで半分オープンだけど、あそこに水が溜まってたね。今ね、まだ3時50分ですね。夕方なんだけども、なんか急に暗くなってきて、広いよね、ほんとね。ここにもほら、荷物置けんだもんね、こんなにね。こんなにスペース空いてんのよ。あ、なんか寒くなってきた。しぶきが入ってくる。ここ、しぶきが来ますね。ちょっと寄せないとダメか。こんな感じですね。でもなんか楽しいですね、本当に。嘘でしょ、これ。30ミリだって。30ミリっていうか、今28ミリで、5時頃になると、あともうちょっとね、4、50分経つと30ミリだって。ちょっとこれ、決めようかな。まずいな。ちょっと様子見ます。スカートがないんで、全部ここからね、飛び散ってくるんですよね、こういう感じでね。だからやっぱりスカートがある有効性っていうのはこれですね。ちょっとやっぱ隙間が空いてるから、ここにね、落ちた、雨がひどいと、しぶきが飛んでくるんですよ、こういう感じで。だからちょっと荷物離さないと、これ風あったらもっとね、ひどくなるんですよね。もうインナーがちょっとね、濡れちゃってる。全然ほら、中なんですけどね。中の状況でもこういう風になっちゃうんで、やっぱりだからね、スカートって本当に雨の時はね、冬の、なんだろう、寒さをね、しのぐだけじゃないんですよ、スカートっていうのは。こういう泥跳ねとか水跳ねも予防してくれるんで、なので、スカートはね、本当に、あった方がいいね、テントもありますし、逆にスカートがあると、
ね、ちょっと密閉度が高くなって、湿度がひどくなるんですよ。だからもう、上の方にね、ベンチレーターがこうやって2箇所とかね、3箇所あるテントはいいんですけども、よく上の天井の方にね、空気が抜けない、そういうテントはもう、すごいですよ、もう結露が。もう循環してくんないから、上にね、やっぱり暖かい空気って上の方に上がってって、その膜とね、外との、ね、温度差でテストになりやすいっていうのもあるんで、テストになるってこともあるんで、これはちょっとひどいね。ひどいというかすごいね。ここまで来てんのか。この位置、ここですよ。この位置から。こんなに離れてるのにね。ちょっと今カメラどかしました。はい。ちょっと失敗したかな。決めたいんだけども、ちょっとこの雨じゃ、びしょ濡れになっちゃうな。傘もないし。大失敗。結構しぶきが吹き込んできますね。ここまでね。全部湿気になっちゃう。ギアが。こんなに降ると思わなかったな。全然降ってこないなと思ったんだけど、まあこれがキャンプなんですよね。雨雲レーダー見ると結構いい感じで、ね、まだ数時間降るんで、ちょっとやっぱ先にこれはちょっと決めたいな。そこも水たまりになってるし、ちょっと参ったな。どうしようかな。こういう時はやっぱタープあった方がいいですよね。こんだけの雨が降るんだったら、タープがあった方が、やっぱりね、くつろげますよね。本当に膜にこもんなきゃいけないから、パラパラパラっていうね、雨の予報だったから、こんなにね、降るとは思ってなかったですよ。はい。ちょっとね、今、小雨になりましたね。ちょっとね、うかつだったなっていうのこれね、こうやってくるだけで全然違うんですよ。雨降るの分かってたのに、ちょっとね、初歩的なちょっとミスしちゃったな。せっかくこれあるのに、活用しなかったっていうね。だから中までね、結構ね、しぶきが入っちゃったんだよね。インナーの方までね。ちょっと大失敗。今頃やってもしょうがないんで、とりあえず今日、これはもうこれでいいや。ちょうどね、これフロント側のね、サイドにあるの。こっちはインナー側ないんですね、ほら。ユニークだね。こっちもインナーの後ろなんだけども、このね、フロント側のね、サイドにあるんですよ、ここ。これ。これは多分ね、やるのやるのに全然違うと思いますよ。あと、風の抜けもね、ちょっとあえてこうやってね、通しを良くしたりとかできるんで、ちょっとね、これは大失敗でしたわ。はい。まあちょっと今日は雨がね、初めてだったんで、次回はね、ちゃんとね、あそこの部分をね、もうちょっとこっちに手前にね、やろうかななんて思ってます。はい。また降ってきたね。これであそこまで吹き込むんだからね、すごいよね、雨ね。まあ28ミリ一気に来ちゃったからなんだけども、今みたいにね、1ミリ、2ミリで降ってる分には全然中までね、しぶきが飛んでこないんで、本当に100ミリぐらいの豪雨とかよくあるんじゃないですか。ああいう時は本当ここ一帯全部多分水たまりになりますね。雨降るの事前に分かったんで、ここやばいかなーっていうのをね、ちょっと足でこう、感覚をね、掴みながらね、場所立ったんで、うまい具合にほら、見てこれ。ね、大成功でした。本当に。はい。楽しいね。撥水もしてる、すごい。いやー、このテント本当に面白いわ。いやー、自分の中でね、アメキャンプを使えるっていうね、テントは本当にね、もう一軍になっちゃうんですよ。本当にそれだけで。やっぱりキャンプってわかんないじゃないですか。急な天候の変化ってあるんで、雨とかね、風は本当に重要ですよ。特に雨ね。風は本当にね、突風とかの時はやっちゃダメです。いくら丈夫なテントでも、もうポールが折れたらもうアウトなんで、何が起きるかわかんないから、本当に。ガイドロープしっかり張ったとかそういうレベルじゃないんですよ。
本当にテントをぶっ壊しちゃってね、本当にね、しょんぼりするんだったら、もう本当にね、5メーター以上の風が吹くときは、キャンプやんない方が、自分のためだし、テントのためにもなりますよね。と、虚しいですよ。あと、予備も持ってた方がいいですね。何あるかわかんないんで、そういう恐怖とか抜きにしてね、破れちゃったとか壊れちゃったっていうのもあるんで、その時にね、せっかくキャンプに来たのに、何にもできずに車中泊っていうのも悲しいんで、一応予備のね、ソロ用のテントとかはね、持ってた方がいいですよ。私は3つぐらい入れてるから、いつも車の中に。だからどんなキャンプの天候でも対応できるんですよね。こういうドームテントって結構あれなんですよね。タープがないとなかなか過ごせないものなんですけども、これはすごいよね。ツーニングドームとか、あとアーストリッパーっていうああいうタイプのねドームネットじゃなくて、ちょっとねこう丸めのこういう形状のねネイチャーハイクも出してるし、円形のドームっていうのかな。これはすごいですね。普通にタープなしでもね、多少ね雨しぶきが入ってくるものをねキャンプできるんだからすごいよね。何よりも楽しい、本当に。いやー、これは人気あんのわかるわ。確かに一軍になるよね。はい、ですね、一泊過ごしてみて感じたのは、やっぱりこのテントってやっぱり人気あるだけありますよね。それはね、ほんと実感したことで、何がいいかって、細かな部分もすごい作り込みもやっぱりいいんですけど、まずはかっこいいですね。かっこいいっていうのが一番なのかもわかんないけど、いろいろね、細かいとこがやっぱ考えられてるっていうか、しっかりした作りっていうのがね、本当に感心した部分であって、ランタンの位置もここも本当すごい絶妙な位置にありますよね。大体この辺とかつけがちなんだよね。こういうとこつけやすいから、あえてねこういうね雨漏りがしそうなところのラインにつけるっていうのはやっぱり、なかなか考えてるなとは思うんですけどね。いやー本当にいいですよ。分かりましたわ、改めてっていうか本当に泊まってみて実感しましたね。これ3万内で買えるんですよね。安いですよね。これだけのねいい作りで3万円台はほんとコスパ高いですよ。一見3万ってテントってね、コロナのブームの時に中国系のメーカーがたくさん入って
価格崩壊みたいなの起きましたよね。あれ以降ね、なんか3万円っていう金額がすごい高く感じる方が多いみたいで、3万円のテントって安いっすよ、そもそも。なかなかね、そういう価格っていうのはつけづらいんですけどね。いや、これは本当に安いですよ。ただ個人的にちょっとね、こうだったらいいなと思うのが、インナーテントのね、この上から開くタイプ、ダブルジッパーはいいんですけども、これちょっと私ね、好みじゃないんですよね。出入りがしづらくて、低いテントだとね、ちょっとまたぐ感じになるんで、出入りもね、やっぱりちょっとね、苦労するっていうかね、自分の中でちょっとね、あんまり出入りがしづらいんで、できれば好みとしてはこのセンターから開くやつのが良かったかななんて思いましたね。あと真夏はちょっとやっぱりこれは通気がここはね、あんまりしないんで、メッシュじゃないからね、暑いんで、夏の過ごし方って言ったらやっぱりこうやって本当にフルオープンでね、オープンスタイルでカンガルーテントを入れて過ごすっていうのがいいのかな。冬は全然多分問題ないと思います。一応ね、昨日雨降ってこの裏の方もね結露してますけど、こっちのインナーの方は全然問題ないですね。ここも落ちてこないですし、いや本当によく考えられてますね。あともう一つあったらいいなっていうのは、ここのキャノピーの部分のね、サイドウォールがついてるとね、まあちょっと邪魔なんですけどね、その分テントも重くなっちゃうっていうのなんだけども、雨キャンプした時はやっぱりあった方が、あと風よけじゃないけどもあったらいいななんてね。まあ本当に雨とかね、そういう特殊なケースのねキャンプでと思うんで、まあなくてもいいと思うんですけど、昨日ちょっとねやっぱり雨降って感じたのはね、サイドウォールがあったらね吹き込みがないかななんて思いましたね。はい、こんな感じでございます。おすすめです。本当にこれはなるほどと思いました。はい、今回の動画はねここまでになります。また次回ね動画、期待しててください。それでは撤収します。バイバイ。